G1 を勝てば増えていく大好きカウントが9になればトレーナーのお嫁さんになれるのでたくさんトレーニングしたいけれど過剰なトレーニングはかえって9勝が遠のくとトレーナーに諭されるアーモンドアイ。やっぱりもう一本走ってくる。待て、今日はもう終わりだ。やだ、まだ走れる。走れるかどうかの話じゃなくって今日のメニューは全部終わってるんだよ。だったら追加して。しない。なんで？これ以上はダメだ。体に負担がかかりすぎる。愛ちゃんは平気。平気でもダメだ。やだ、もっと走りたい。わがままを言うんじゃない。やだ、やだやだ。次の G1 で勝ったら大好きカウントが4になるんだよ。だから少しでも早く強くなりたいの。焦るな。焦ってない。早くトレーナーのお嫁さんになりたいだけなの。それを焦ってるって言うんだ。もう一本だけ。ダメだ。トレーナーの意地悪。意地悪で言ってるんじゃない。アーモンドアイという馬娘は才能のある馬娘だ。トリプルティアラを達成してそこで終わるような器じゃない。じゃあどれくらいの器なの？そうだな。9冠くらい狙えるだろうな。9冠？俺はそれくらい君の才能を高く評価している。その才能を埋もれさせるわけにはいかない。だからこそ無茶をさせるわけにもいかないんだ。分かってくれ。だから今日はここで終わりだ。これから先も長く走ってもらわないと困るからな。愛ちゃん。トレーナー、聞いてもいいかしら？ああ。私、本当に9冠を達成できると思う？俺は信じてるよ。随分自信満々なのね。私だって出走する以上負けるつもりはないけど9冠は簡単な目標ではないわ。桜花賞も、オークスも、秋華賞も、すべて勝ったからこそ G1 を制する難しさはよくわかっているつもりよ。慢心しないのはいいことだ。教えてトレーナー、なぜあなたはそこまで自信満々なの？そんなの決まってるよ。ごくり。アーモンドアイに負けはない。違うか？その通りよ。なら俺が疑う理由もないだろう。ふふ、やっぱりトレーナーは私のことをよくわかっているわね。当然だろ、俺は愛ちゃんのトレーナーなんだからな。ええ、トレーナーと一緒なら必ず9冠を達成してみせるわ。その意気だ。そして9冠を達成したら、トレーナーが、愛ちゃんに10個目の冠をくれるんだよね。約束したからな。10個目はレースで手に入れる冠じゃない。俺が愛ちゃんに被せる花嫁のティアラだ。愛ちゃん。もう一回。言わない。やだ、もう一回言って。今ので十分だろ。録音できてなかったの。知らないよ。やだ、やだやだ。あと6勝すればトレーナーが愛ちゃんにティアラを被せてくれるんだもん。だからこそ焦るなと言ってるんだ。あと6回 G1 を走ればトレーナーと結婚。順調に進みすぎだろ。確かに愛ちゃんは強いけど。愛ちゃんを信じてないの？信じてるけどレースに絶対はない。でも9冠達成できるって言ったもん。狙えるとは言ったけどね、そう信じてると思う。じゃあ式場探すね。気が早くないか？早くない。9勝してから式場を探したら遅いもん。人気の式場は何年も前から予約するんだよ。そうなの？愛ちゃんは詳しいな。もっと褒めて。偉い偉い。えへへ。じゃあそろそろ今日はお開きってことで。まず式場を決めるね。決めません。ドレスも決める。決めません。新婚旅行も決める。その前にレースの予定を決めるところからだろう？全部レースの予定なの。どこがだよ。9冠達成する日から逆算したお嫁さんローテーションなの。そんなローテーションはないよ。変なこと言い出すんじゃありません。今愛ちゃんが作ったの。教会。親善式。ガーデンウェディング。トレーナーはどこで結婚式したい？どうでもいいよ。どうでもいい？愛ちゃんとの結婚式ならどこでも幸せってこと？そうじゃなくて今は決める段階じゃないって意味。照れなくていいの。じゃあ教会にするね。まあ好きにすればいいよ。花嫁のティアラも今から選んでおこうね。だから気が早すぎるって。トレーナーが愛ちゃんに被せるんだよ。自分で言ったもんね。言ったけど。 9勝した直後に被せてね。レース場でか？ゴールしたらトレーナーが待ってて。え？愛ちゃんの前にひざまずくの。
ティアラを出して。アーモンドアイ、これが君の10巻目だ。って言って。その後愛ちゃんが泣くから。先に泣く予定を立てるな。トレーナーも泣いて。強制するもんじゃないだろそれは。その後ウェディングライブする。ウェディングライブじゃなくて。それと。まだあるのか。9冠を達成した後、やっぱり海外 G1 も必要とか言わないでよね。言わないよ。年度代表馬娘も取らないとダメとか、検証馬娘になるまで待ってとか。そういうのもダメだからね。言わないって。愛ちゃんが9勝した瞬間に、やっぱり G1 で10勝してからとか絶対に言わないで。言わないよ、10個目は俺が被せるティアラだ。えへへ。じゃあトレーナーのお嫁さんになるためにもう一本走ってくる。ダメだよ、何度言わせる気なんだ。世界で一番優しく言ってくれたら今日は走るのやめる。愛ちゃん。何9冠を達成したら約束は必ず守る。本当に？ああ。条件も追加しない？しない。愛ちゃんが9勝したら、ちゃんとティアラを被せてくれる？ああ、俺が送る花嫁のティアラで10冠だ。約束するよ。愛ちゃん。録音できた。録音してたんだ。レース前に聞く？まあそれで集中できるなら別にいいけど。これを聞けば絶対に負けない。トレーナーのお嫁さんへの最短距離。だがその最短距離も過剰なトレーニングをすることで最短ではなくなってしまうからな。無理をして故障でもしようものなら9冠は遠のいてしまうよ。休むことも9冠達成に必要なことなんだ。わかったわ。じゃあ今日のトレーニングは終了ね。帰ったら十分な栄養をとってストレッチをしてから体を休めるわ。確かに9冠を目指すなら日々のコンディション管理は不可欠。トレーナーの言ったように焦って故障でもしたら全てが遠のいてしまうもの。わかってるじゃないか。当然よ、私は9冠を達成する馬娘だもの。頼もしいな。そして10冠目は、俺が被せる花嫁のティアラだ。トレーナー、必ず9冠まで一緒に行きましょう。もちろんだ。じゃあ頑張って休むから。先にご褒美ちょうだい。休むことにご褒美？走るのを我慢できたご褒美。俺が止めたんだろ。でもちゃんと言うこと聞いたもん。ギュッてして。ダメでーす。頭撫でて。まあそれくらいなら。もっと。もう十分だろ。9冠分。先払いはしません。じゃあ10冠目の分。それはもっとだねー。やだ、やだやだ。トレーナーのお嫁さんへの最短距離。この時間にはトレーニングが終わるから一緒に帰ろうって愛さんに言われてたけどまだかかりそうやね。それにしてもよう聞こえますこと。中央で知らぬ者はいない時代の最先端トレーニング、大好きカウントお嫁さんチャレンジトレーニング、か。G1 を勝つたびにお嫁さんへ近づいていく。9冠を達成したら10冠目は花嫁のティアラ。なるほどな。愛さんがトリプルティアラを達成できたのもこのトレーニングがあったからなんやろね。勝つことと大切な人との未来を結びつける。そら走る意欲も高まりますわな。うちらも取り入れてみようかな。ラッコ。ひゃ。まだ帰ってなかったの？トレーナーさん。アイトレのトレーナー室前にいるってことはアーモンドアイを待ってたのか？ええ、この時間には終わると聞いてたんですけど。やだ、やだやだ。なるほど、大好きカウントお嫁さんチャレンジトレーニングの真っ最中ってわけか。まあさすがにそろそろ終わると思います。そっか。ところでトレーナーさん。明日のトレーニング頑張りましょな。そうだね。ふふ。次回、ラッキーライラックの大好きカウントお嫁さんチャレンジトレーニング、乞うご期待。馬娘ちゃんを愛する同志諸君、チャンネル登録と高評価、ぜひよろしくお願いします。